ないの？あ、これつけたんですか？これ。すごい。あ、これいいな、これ。どうやってやるのこれ。これってさ、逆の方がいいんじゃないの？雨降った時にさ、素晴らしい着眼点ですね。だってこうしたら雨が落ちる。なぜかっていうとね、その下にね、デイトナっていうロゴがねあるんですよ。あ、これ？それが上に出るとなんかかっこ悪いなと思って、マジックで塗ればいいじゃないですか、こんなの。マジックで塗ればいいじゃないですか、こんなの。さて今回はですね、ロングツーリングになるとどうしてもスマートフォン充電をしなくちゃいけないと思うんです。デイトナさんのこちらのバイク用 USB 電源2ポートタイプのものを購入してみました。それに伴いこちらの同じくデイトナさんのハーレー用のですねハーネスキットとなるものも一緒に購入してみました。この記載には2004年から2020年式となっていますが、本人のバイクは2001年式です。こいつ、またやらかしてしまったのでは？バッテリーから直接供給しようと思ったんですけども、少し不安もあるので専用ハーネスを購入してみました。これを使うとですね、ヘッドライトの電源から引っ張ってきて供給するみたいです。ちゃんと無事に電源を取ることができるのか、実際に作業していきたいと思います。果たしてこれができるのかどうか。多分僕ならできるだろう。スレンダー USB 品番9982インチのハーネスキットです。ハーネスキットです。それとゴムブッシュが入ってました。そして本体の方、取扱説明書、こちらは1インチのハンドルでも取り付けることができるタイプのものです。その他付属品ですね。こちらが内容物のすべてになります。じゃあ早速取り付けていきましょうか。このヘッドライトを外していきます。外れました。大変なことが分かりました。このハーネスキットのこの先端のギボシとこのアースのこれを加工しないといけないみたい。うわー、めんどくせえ。加工不要って書いてあったじゃん。加工してつけてあげないといけないというこのめんどくささで、中のこのゴムブッシュを今外しました。でここに通すわけですね。純正のグロメットはこれです。付属のグロメットがこのように切れてまして、穴にですねグロメットをググッと、よし、配線の奥にグロメットが通りました。プラスなのかマイナスなのか判別するにはテスターを使わないといけないです。こちらはハーレースポーツスターの配線図です。このハーネスはポジションランプに分岐させる配線キットです。配線図の BK はマイナス側なので USB の電線も黒い方を差し込みます。ちょっとこれでつくかどうかやってみましょうか。ちょっとハンドルをですね外していきたいと思います。なぜかっていうと、またライザーをね買ったんです。黒いハンドルに合わせて黒く塗装してあるライザーを、またまためんどくさい作業がやってきました。このライザーを外す作業、今回で3回目。この部品をこんなに外す人って僕以外にいるんだろうか。何度もやっているうちにいかにスピーディーに無駄なく外すことができるのかなどという意味不明な挑戦をしたりする。これが外れるんですよ。おっと、はい、なぜ僕がこんなにも純正ライザーにこだわっているのか。それはメインハーネスをぶった切って加工をしたくないというのがあるからです。だからこんなバカでかいカブラを隠しておけるのはこのライザー他ならないわけなんです。本音を言うなら見た目的にすっきりさせたい。メインハーネスをぶった切ってハンドルの内側に配線を隠したい。あのバカでかいスイッチも汎用品の小型なものにしたい。ハンドルを交換するならそこまでやりたいのが僕の本音だけど、やはりメインハーネスを加工するのはなんだか気が引ける。外れると、外れました。じゃじゃーん、ヤフオクで落とした黒く塗装してあるライザー買っちゃいました。どんなことがあっても
純正に戻すことができるのが僕の中でのカスタムのルールみたいなものなんです。こんなこともあろうかとこのテスターを買っておきました。これでちゃんと電気が通っているかいないか確認していきたいと思います。プラスなのかマイナスなのか判別するにはテスターを使わないといけないです。先ほどの配線図を見ても分かる通り、結論から言うと黒い配線がマイナス側、オレンジの配線がプラス側になります。一応こうしたチェッカーで確認した方がいいのかもしれませんね。ちゃんと電流が来てると思います。今電源を落とすと、全く反応しないのでこのやり方で合ってると思うんだけどな。じゃあ続いてですね、圧着していきます。 USB の本体側から出てる配線です。プラス側がギボシになってるんですけども、反対側このアース側がこうなってるんですね。先っちょがこうなってるので、これをこちらのメスのギボシにするらしいんですけども、でこちらがヘッドライトからのスモールライトから取り出してきたギボシです。これはちょっと素人では難しいですね。これ A 門のギボシなんですけども、これをまた買ってこないといけないという面倒くささがありますね。もちろんこういう工具も必要なんですよね。はい、もう後戻りできません。もう切っちゃいました。今作業しているのが USB 本体側から出ているマイナス側の配線の加工をしています。先端が U 字型になっているので、こちらを A 門のメスのギボシに付け替えております。僕は以前から車をいじっていたこともあったんで、たまたま電光ペンチなどの工具は揃っていたんですけども、しまった、先にスリーブ通さなあかんかった。もしこの作業を自分でやる場合、この電光ペンチが必要となります。加工は無料って書いてあったのにね。はい、圧着完了です。なんとかうまくできたかなって感じですね。おいこら。こちらのスモールライトの電球がですね、おそらくこれ電球が切れちゃってると思うんですね。今までポジション球が切れてたということを僕は知らずに乗っていたわけで、ということで近くのカー用品店でポジション球を買ってきました。それがこちら。こんな感じ。スイッチ入れますよ。オン。ライトつきました。これを挿してつけば、お願いします。やったー、ついてますね。とりあえず成功と。で最後にこのライザーをつけていきましょうかね。でこいつをはめていくと。よし。潰れちゃうねこれ。バキッと音が鳴ったものの正体は USB 本体から出ている変圧器という部分でした。幸いなことに外側のケースが少し割れただけで済みました。ハンドルを動かすときは挟み込みがないように確認をしなくちゃいけませんね。こうしとかないと。これは反省点です。今これちょっと潰れちゃいましたね。よし。ひひ。とりあえず一旦完成。こんな感じになりました。新しくつけた USB のやつですね。僕が USB のやつです。この辺の配線がね、やっぱりどうしてもこれ出てきてしまうんで、この辺の処理をどうするかですね。でこの USB ですね。この USB も差し込みますね。差し込むと、はい、このようにちゃんと機能しています。で切ると電源の供給もなくなるということで、なんとか完成はしました。よいしょよいしょ。OK。なんとか USB 電源を取り付けることができました。こちらのデイトナさんの USB ケーブルなんですけども、それぞれの車種で取り付けできるキットが販売してるんですけども、ギボシをですね新たに用意しなくてはいけないというのが難点でしたね。もう少しね配線もね綺麗に収めたかったんだけれども、ヒューズボックスみたいなものもあって、
これをね綺麗に収めるということがねちょっと難しかったです。タンクの下とかねそういったところに配線を隠してあげればうまくできそうな気もしますけども、そうなってしまうと結構大変な作業になってしまうので、こんな感じでいいのかなと思いました。一つの方法として、参考になればと思います。今日の動画は以上でございます。さようなら。暑い。夏場の作業は暑いな。この辺の散らかった部品を片付けていきましょう。